始まりました。都市と写真。今日はゲストに清刈さんに来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。清刈さんは海外のフォトコンで恐ろしいほどの受賞歴を誇るアマチュア写真家です。建築写真、ストリート、そして生物写真と幅広いジャンルの写真を捉えています。特に2024年の IPA インターナショナルフォトグラフィーアワードの建築部門で最高の賞、フォトグラファー・オブ・ザ・イヤーを獲得されています。今日はですね、清刈さんに海外フォトコンについて教えてもらおうと思います。で、まず、清刈さんがじゃあ海外フォトコンに挑戦したいきさつを教えてもらっていいですか？はい、私がですね、本当に写真を始めて、1年ぐらい経った時にですね、はい、やっぱちょっと独学での限界みたいなことを感じて、1x.com を始めたんですね。で、その 1x.com に参加されてた方がですね、結構その海外のフォトコン参加されてるっていうのが多くて、その流れでですね、1x でアワード取ったようなちょっと作品をですね、ちょっと試して出してみようかみたいなところで、スタートしてます。で、初めて出したのが、2022年の IPA、インターナショナルフォトグラフィーアワードですね。で、そこでたまたま受賞できたといったところが、初参加、初受賞みたいなところ。受賞ってなんかどれぐらいだったんですか、具体的には？セカンドプライスは2位ですね。2位ですね。はい、おお、それすごいですね。そうですね。それ最初で2位ですか？そうなんですよ。で、そこでちょっと調子に乗っちゃったというかねあるとは思うんですけど、でそこからハマっちゃって、IPA 系列だったり、それ以外のフォトコン、レンズカルチャーとか、それ以外だとモノクロームアワードみたいなちょっと独立系のモノクロ系、モノクロアワードですか？そうですね、モノクロームフォトグラフィーアワードみたいなところっていうのを結構出すようになったというのが経緯になりますね。さっきその話に出てきた最初に 1x.com っていうのをちょっと簡単に教えてもらっていいですか？1x が本当写真の審査制投稿サイトっていうもので、要はその審査が通ったものだけ掲載されるフォトサイトなので、みんなすごくクオリティの高い写真が多いんですね。でその中で、審査に対して得点みたいなところが表示されるんで、自分の写真が今どのぐらいのクオリティなのかとか、それに対してコメントなどももらえるんで、この写真が何がダメなのかみたいなところ、今後どうしたらいいのかみたいなところまで含めて、1x 側で審査してくれるんで、それをもとにですね、写真を改善していったところ、コンスタントにですね、そのアワードみたいなものをいただいて掲載されるようになったと。でそうなってくるとですね、結構この 1x の延長線上に IPA っていうコンテンツがあるのかなと思って。で 1x から海外フォトコンへっていうのはもうそういう相性的にも非常に良かったっていうことですよね。そうですね、すごくいいと思ってますし、実際IPA のいわゆるフォトグラファー・オブ・ザ・イヤー、今カテゴリーで1位になった人を過去洗い出したんですけどね、小亀さんこと亀山隆さん、流し撮りで有名な川島浩平さんとか、あとは明高上さんとかね、あれって皆さん 1x 出身なんですよね。なるほど、なので結構みんな 1x 経験者ってすごくその海外のフォトに入りやすかったんじゃないかなっていう気がしていて、やっぱ傾向似てるんで、そのまま1x でアワード取った作品をそのままコンテストに出せばですね、結構スムーズに受賞まで行かれた方が多いんじゃないかなっていう気がしますね。さっきちょっと日本のフォトコンと海外のフォトコンなんかテイストが違うっていうふうにおっしゃってましたけど、具体的にはどんな感じで違いますか？そうですね、海外のフォトコンってやっぱその独自の視点とかコンセプトとか本当写真史の中の文脈みたいなところ、どちらかというとその表現とか思考の部分がすごく評価の基軸にあるのかなと思ってて、逆に日本は技術とか美しさとか完成度みたいな、やっぱその作品としての美しさ、技能的な要素みたいなところ、そこが大きい違いかなと思ってます。これってやっぱ審査員の違いが大きいと思ってて、海外だとやっぱキュレーターとか美術関係者みたいなところが審査するのに対して、日本ってカメラマンが審査されるパターンが多いじゃないですか。やっぱそこの差ってすごく大きいんじゃないかなっていう気がしますね。より日本のフォトコンの方がいわゆる写真的な要素が大きいんじゃないかなという気がします。写真的っていうとちょっと分かりにくいんですけど、なんか僕のイメージ、日本のフォトコンの方が
なんか固定された美、はい、みたいなのを追いかける傾向が強い気がしますよね。そうですね。なんか昔ながらの日本の美っていうのはすごく感じますね。まず風景っていうのが強くて、はい、でストリートでもなんか日本のフォトコンだとこうお祭りでなんか踊ってる人の表情とか、その子供が笑ってる姿とか、そういう喜怒哀楽がバーンと出たような感じの写真が多い気がするんですけど、海外のストリートっていうのは、今最近はそうですけど、はい、なんだろう、こうもう光と影みたいな、はい、そういうのをだんだんと見せるみたいな、そういうやり方だとやっぱり日本にはちょっと合わない気がするなって僕はそういうふうに思って、僕もだからその差を感じて海外に最初挑戦したんですけど、はい、じゃあ海外フォトコンで、はい、いわゆる A チームオナブルメンション、はい、までは結構行きやすいと思うんですけど、はい、その上にの表彰台1、2、3位とかそこに行くのってなかなか大変だと思うんですよね。その辺のコツってあるんですかね。これはね、もう本当慣れだと思ってて、正直極論で言うとやっぱり海外のフォトコンに慣れてない日本人が多かったというか多いと思うんですよ。やっぱりそこの傾向をつかむことがまず一つ近道かなと思ってます。極端な話もすごいもうスーパーの写真でもない限りですね、やっぱそのコンテストの審査の傾向や好みみたいなのを覆すことってやっぱ難しいと思うんで、でもそこにある程度寄り添っていかないとやっぱそもそも相手してくれないみたいなところがあると思うんで、まずは自分の写真がどんどんコンテストに向いているのかみたいなところはまずやっぱ見極めた方がいいかなと思ってます。でその中でその受賞の確率を上げたいのであればちょっと何度か出てますけど 1x.com とかワンアイランドみたいなその審査制の写真サイトがあると思うんですけど、はい、あれってどちらかというとその欧米の写真の審査基準に近しいと思うんです、なのでまずはそこで慣れた上でコンテストにチャレンジするっていうと、かなり近道になるんじゃないかなという気がします。失敗が多分少なくなると思いますね。目安としてどうですか、そのアワードを1X だとアワードっていうのが一番いい賞だとされていますけど、それを取れないようだとやっぱり海外のフォトコンでも厳しいかなという感じですか。そうですね、最低ラインがアワードだと最低ラインがアワード、コンスタントにアワードを取れるぐらいになったらもう全然チャレンジできると思います。なるほど、コンスタントに例えば10枚 1X に投稿するともう8、9ぐらいはもうそこまでいく、もう半分ぐらい出るの全然いいんじゃないですかね。はい、なんかそれはでも分かりやすい基準ですね、はい、それでその中で一番いい自分の気に入ってるやつをコンテストに挑戦してみるという感じですかね。そうですね、私がその、IPA 各コンテストで受賞した作品って大体その 1X で98点以上みたいなのが結構ほとんどだったんで、結構ね 1X の審査の精度って高かったんじゃないかなって気がしますね。今もそれは同じですか？今はね逆にそこはあんま気にせずに自分の好きな表現を投稿するようにはしてますね。そうか、1X はアワードっていう基準と別に点数も出るんですね。そうですね、点数ってなんか嘘くさい部分もあるんですけど、ただその100点とか撮ってる写真でやっぱりそれなりに強い写真だと思うんですよ。みんながいいっていう、部分もあると思うんで、ああいう写真ってまず目は引くんです、必ず多分そのコンテストに出して、だからそこがあるだけである程度その基準になるんで、この写真はコンテストに出すレベルなのかっていうみたいなところなので、一体そこで基準を見極めた上で出すっていうのはすごく近道になるんじゃないかなという気がしますね。基準は分かったんですけど、じゃあ今実際は、1X に挑戦したところあんまりアワードが取れない、ってなった時にどういうふうにその自分の写真を高めていったらいいんでしょうかね。そうですね、そういう意味で言うとこれもちょっと好き嫌いあると思うんですけど、1X とかフォトコンで賞を取ってるとかアワード取ってるような写真を真似るとか、そこを真似ることで技術も身につきますし、表現ってどうしたらいいのかみたいなところも多分学んでいけると思うんで、まずはなんかうまい写真を見つけて、それを目指して撮っていくっていうのが一番
学びやすいんじゃないかなって気はしますね。僕も 1X やってたんで分かるんですけど、やっぱり 1X やってるとその自分に足りない部分っていうのがよく分かりますよね。特にその 1X で毎日こう自分の写真を投稿できるんで、そこで毎日フィードバックが返ってくるっていう、そういう状態を作っておくと、なんかよりこう自分の写真に対する解像度が上がるっていうんですかね、そういうのはありますよね。初めて海外のフォトコンテストに挑戦したいと思った時に、具体的にはどういったところのフォトコンテストから始めるのがいいですか？そうですね、ちょっと何度か出てますけど、その IPA っていうところが、多分日本人からするとそこそこメジャーな海外のフォトコンで、IPA の系列にPX3 とか TIFA とか BIFA みたいなところが全部系列そうですね、系列のフォトコンがあるんですけど、特にその TIFA っていうのが東京フォトグラフィーアワードっていう形で、一応東京っていう名前がついてるを起点としたフォトコンらしいんですよ。本当はアメリカなんですけど、そこは比較的ですね、日本の参加者の方も多いし、IPA に比べるとそこまでレベルも高くないんで、比較的その受賞もしやすいんじゃないかなっていう気がしますね。東京インターナショナルフォトグラフィーアワードからまず始めてみたらいいんじゃないですか。そうですね、別にいきなり IPA でもいいんですけど、基本一緒なんで、審査の方法だったり投稿の仕組みみたいなところは。で今はもう実際その受賞歴をたくさんお持ちの清刈さんが、これからじゃあどうしていくみたいな、そういうところの新しい目標みたいなの今ありますか？そうですね、まだ受賞できてない、ちょっとフォトコンを、もうちょっと頑張っていくっていう、さっき言ったそのレンズカルチャーとか、あとはソニーのワールドフォトグラフィーアワードとかですかね、まだまだ全然受賞まで至ってないようなところを、今後、数年かけて狙っていくみたいな。レンズカルチャーって何が難しいと思います？レンズカルチャーですね、やっぱその最新の写真の動向も理解してないといけないですし、やっぱりどうしてもですね、自己表現っていうよりはやっぱその社会性みたいなところがすごく問われると思う。ジャーナリズム的なところも含めて、あとファインアートの分野もあるんで、あちらに関して言うとやっぱりその現代美術のやっぱ知識も必要になってくると思いますし、写真史だったり、芸術の歴史の、文脈もちゃんと理解した上で撮らないといけなかったりもすると。だからそこのちゃんとしたそのベースがしっかりしてないと、ちょっとなかなか普通に写真撮って出しても受賞するの難しいんじゃないかな。そのコンセプトが重要ってことなんですかね。そうですね、やっぱコンセプトも重要ですし、やっぱ自分がこの写真何を表現したいのかみたいなところ、そこがちゃんと整った、例えば社会の課題だったり、自己表現でもいいと思うんですけど、何かとしっかりと結びついて確固たる強い表現じゃないとやっぱ受賞するの難しいんじゃないかなって気がします。たまたまいい写真撮れたみたいなそんなレベルの世界ではないんだろうなっていう気はしますね。それでちょっと思い出したんですけど、なんかフォトコンテストの上位とか見てるとシリーズが強くないですか？強いと思います。そのフォトコンテストっていうと1枚で完結するものだって思ってたんですけど、実はもうシリーズっていうのがなんか結構求められてるなっていう気はしてて、それは IPA とかでも同じような傾向あるなと思ってるんですけど。そうですね、やっぱその通りだと思います。私がIPA2024 年にフォトグラファーオブザイヤーを取得した時も、私よりもさらに上のトップの人たちはもう完全シリーズでしたね。ジャーナリズムと、あとファインアート系のプロジェクト系のシリーズの方だったんですけど、やっぱりシリーズは強いと思います。やっぱりそのコンセプト重視なんで、コンセプトを伝えようと思って写真1枚っていうよりは、やっぱプロジェクトとして時系列にですね、その出来事だったり、表現したいことを伝えていくっていうやっぱ作業がないと、たった1枚の写真で全て伝えられるかって難しいじゃないですか。そうですね。そういった意味で、より強くコンセプトを見せたいのであればシリーズで見せていくっていうやり方にならざるを得ないかなっていう気はしますね。今回の話をまとめておきます。まず清刈さんは 1X という写真の審査制投稿サイトから始められたということが分かりました。
1X と海外フォトコンはとても相性がいいです。日本のフォトコンは審査員がカメラマン、写真家であることが多いという指摘はハッとさせられました。海外のフォトコンはキュレーターや美術関係者が審査に加わることが多く、コンセプトや独自の視点などが評価の基軸にあります。1X では海外的な写真の評価基準に自然と慣れていきます。さらに短いサイクルでフィードバックを受けながらその感覚を身につけていきます。1X は有料ですので全員におすすめとは言いませんが、海外フォトコンを目指している人にはかなり良いトレーニング環境だと思いました。1X でアワードをコンスタントに取れるようになれば、海外のフォトコンでも上位入賞のチャンスがあると思っていいでしょう。まずは IPA や TIFA といったところから挑戦してみましょう。協会さん自身ではソニーワールドフォトグラフィーアワードやレンズカルチャーといったさらに高いレベルのコンテストをこれから目標にしたいとおっしゃっていました。特にレンズカルチャーはコンセプトや社会性が問われる他とは一線を画すフォトコンです。清狩さんも僕もこれから挑戦したいコンテストの一つという点で意見が一致しました。そういったコンセプト重視のフォトコンを目指すなら、写真はシリーズで出すことが理想だという話にもなりました。一枚の写真でコンセプトを完全に伝えることには限界があり、複数枚のシリーズとして見せることでより強く深く伝わるということです。これはレンズカルチャーに限らず、海外フォトコン全般で上位を狙う上で頭に入れておきたいポイントです。今回の話が海外フォトコンを目指す人の参考になれば幸いです。それではまた。